はい、というわけで皆さんこんにちは。さて今日はですねこのビルドロックスの新しいレンズをねちょっと紹介していきたいなというふうに思うんですが、こちらがですね中身はこいつになるんですが、これがソニーの E マウントとニコンの Z マウントに対応しているビルドロックスのフルフレーム AF85mmF2EVO というねレンズになります。でこのレンズね開封してX でちょっとチラ見せしたらめちゃくちゃ反応が良くて、で結構ね気になってる人も多いんだと思ってね、今日はですねこのレンズ、ちょっと使ってみたファーストインプレッションみたいなものを皆さんにねお伝えしていければなというふうに思います。でこのねビルドロックスにはハイエンド向けにプロシリーズやラボシリーズがあって、でさらにエントリー向けには小型軽量なエアーシリーズっていうのがあるんですけど、今回のねこのレンズは全く新しい EVO というシリーズ、エボリューションの略だと思うんですけど、このレンズがその第1弾となっていて、エアーとそのプロの中間に位置するビルドロックスのミドルクラスというような位置づけのラインナップになっています。でやっぱりねこのレンズ一番注目すべきはこのサイズ感ですよ。85mm って、僕がね一番使う焦点距離ってわけじゃないんですけど、でもこのね圧縮効果の効いた写りっていうのは本当にやっぱり好きで、ポートレートではもちろんなんですけど街歩きのねスナップで、本当その風景の一部を切り取るみたいな感じで撮るのがね、すごい好きで、なのでポケットにこれ本当に入れて撮影中ちょっと持ち歩くみたいな、なんかそんなことがねできるようなレンズになってて、本当ね使い勝手最高なんですよ。でそのサイズ感でいうとこれ持ってる人も多いんじゃないかなと思うんですけど、ソニーの人気レンズのツアイスのね、55mmF1.8、これと本当非常に近い感じになってます。一回りこのビルドロックスの方がちょっとね太いかなという感じではあるんですけれども、もしソニーの α7C2 とかあとは ZV-E1 みたいな本当コンパクトなボディを使ってる人なら、このレンズはそのボディの小型さっていうのを全然邪魔しないんで、めちゃくちゃね相性がいいんじゃないかなというふうに思います。やっぱね小型ボディ買った人ってちょっとでかいレンズつけたくないじゃないですか何のために小型なボディ買ったんだって話になっちゃうんで、そうなってくるとねこの 85mm の単焦点って意外とそんなに選択肢が多くなかったと思うんですよ。なのでこれそういう方にはね本当おすすめできるかなと思います。で主なねスペックはこんな感じになってて、重さは約 340g でフィルター径は 58mm、最短撮影距離は 0.74m で、オートフォーカスにはステッピングモーターが使われていて、動作音はですね、非常に静かです。よいしょ。装着するとこんな感じですね。でこのねオートフォーカスの音は聞こえます？ちょっとシャッター切っちゃった。多分聞こえないと思うんですよ僕がここ半押ししてる音が多分聞こえてるぐらいかなと。動画とかでね使う場合、大体の場合現場の環境音に完全に埋もれるっていうような、そういうレベルなんで、オンマイクでも全然気にならないかなと思います。でオートフォーカスの速度と精度もね本当文句なしです。ただフォーカスブリージングに関してはそこそこ出るので、そこを気にするような撮影ではちょっとね使いづらさはあるかもしれません。であと防塵防滴仕様になっているのでね、これがもう本当雨の日のスナップとかでももう気兼ねなく持ち出せるのっていうのは非常に助かりますね。でこのねレンズ本体には、絞りリングとフォーカスリングがあって、でさらにクリック切り替えスイッチとで AF/MF の切り替えスイッチ、そして、ボディ側から割り当て可能な、ファンクションボタンが1つついてます。なので操作性に関しては本当文句なしです。でやばいのがこのレンズ価格なんですけど、公式サイトで日本円でね 45,450 円なんですよ。いやーちょっとね正直安すぎませんかねやっぱね僕ね日本のレンズメーカーもすごく好きなんですけれども、ただこの価格帯で来られちゃうと、日本のメーカーのレンズは
絞りリングとかね、スイッチ類が、省かれているものが非常に多いと思うんですよ。でこのサイズの、レンズも、これ値段が多分7、8万するかなと思うんですけど、これだって本当絞りリングじゃねえや、フォーカスリングだけですからね。やっぱその中国メーカーのねレンズのコスパは圧倒的ですね。でいかにねその安いとはいえやっぱりパフォーマンスが出ないと、コスパがいいとは言えないので、実際にねこの間京都で少しこれで撮影してみたんですよ、街撮りスナップを。でまずそもそもねその遠征に行くとやっぱりどうしても機材が増えちゃうので、このサイズになるとそのカバンの隙間にさっと入れてねとりあえず持ってこうっていう気軽に持ち出せる感じがまず最高だし、あと軽いから手持ちでね街をブラブラしながらこの中望遠でスナップするっていうのも、めちゃくちゃ楽で良かったですね。で 85mm のねスナップがまた楽しいんですよ。で京都の街って鴨川沿いとかはすごく広いですし、で結構ね道も広いところが多いので、そういったところでは非常に使いやすいですし、で表通りから1本入ったら急にね道が狭くなって、そういった場所では85mmって意外と使いづらいのかなと思いきや、すごくまっすぐ伸びてる道が多いんですよね。そういう場所だとこの 85mm で圧縮効果を効かせながら撮るっていうのがめちゃくちゃ楽しくて、あと、人を風景の一部として切り取りたいみたいな時にもやっぱり適度なね距離を保てるから、相手に警戒されずに撮影することができたり、だから僕意外とねこの 85mm での街撮りっていうのは、結構好きなんですよ。でもちろんポートレートでもビルトロックス特有のね開放で撮った時の柔らかい描写がしっかりこれも生きてて、女性ポートレートやキッズフォトでも、めちゃくちゃいい感じにねやっぱ撮れるんじゃないかなと思います。で 85mm の単焦点レンズといえば、多くが F1.4 となっているところ、こいつは F2 なので、そこがどうなんだいという話なんですが、 F2 とはいえ、中望遠 85mm なんでボケますよ十分に。そこはやっぱりね広角とか標準の F1.4 と F2 の差よりもはるかにボケ量に関して言えばだいぶ差はそこまで感じないかなっていった感じですね。なのでね実用上は本当全く問題ないかなというふうに思います。このサイズ感と、価格でこのボケ感が手に入るなら、むしろね、コスパ的にはすごくいいと思いますね。で、その他画質面で言うと、まず Y 極周差はこんな感じで若干の糸巻き型になってます。で周辺原稿は結構ねはっきり映り込んでくるかなといった感じで、背景が青空とかだと結構ね目立ってくるかなといった感じですね。で玉ボケに関しては、画面のね隅に行くほどこれはね結構レモンボケが強めに出てくるかなという感じなので、少しねちょっとぐるぐる巻くようなボケ感にはなってくると思います。なのでこれでね、なかなかいないとは思うんですけども、建築写真を撮るみたいなすごく正確な再現が求められるような、撮影で使うっていうのはちょっと使いづらいかなという気はするんですけど、でも雰囲気重視のね、ポートレートだったりシネマティックな動画だったりストリートスナップとか家族写真なんかではもう本当十分すぎるほど活躍してくれるレンズかなというふうにね使ってみて思いました。であとねもう一点個人的にこれちょっと気になったのがこのねファンクションボタン、いやこれがついてるのはね本当非常にありがたいんですけど、ただですねこいつ結構こういう感じで聞こえます？高めのカチ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 した音がするんですよでこれは動画撮影中にオンマイクが確実に拾っちゃうかなと思うんですよね。で僕ねだいたいレンズのここにはフォーカスホールドを割り当てててフィックスで長回しで撮ってる時に不意にフォーカスが外れちゃうと怖いななんていう時にはここでポチッとこれを押すんですけれども、それがマイクが拾っちゃうとなると少しね音声を活かしたいような映像制作だとこのボタンをね押して使うような感じで撮るのは難しいかなといった感じですね。
はい、というわけでね、この、ビルトロックス 85mmF2EVO、普通におすすめできます。やっぱこの価格帯なのでね、とりあえずちょっと持ってこうっていうような、感覚で買える値段かなと思いますし、カジュアルユーザーの方はもうちょっとしたこの小さいカバンに入らないような、もうこういったもうでかいレンズはもうそもそも嫌だっていう人に 85mm の選択肢ってこれまであんまりなかったと思うんですけど、本当ね、ファミリー撮影とか、あとはもう旅行、スナップでこうカジュアルに使いたいっていう人にはね、最高かなというふうに思うので、概要欄にリンクも貼っておくのでね、もっとこう詳しいスペックとかが知りたいという方は、ぜひね、そちらの方もチェックしてみてほしいなというふうに思います。はい、というわけでね、本日はこのビルトロックス 85mmF2EVO の、紹介でございました。この動画がね、参考になったということであれば、ぜひチャンネル登録とグッドボタンで応援してほしいなというふうに思います。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。ピース。